はるです。今回はですね、ペン入れについてね、お話ししていこうと思います。で、あくまでね、私なりのペン入れのやり方なんですけれども、普段、絵を描いて下書きをして、ペン入れするときにね、どういう風にしたら綺麗に見えるかっていうようなね、お話をしていこうと思います。今回のモチーフ、イラストはもうすでに下書きはしてあるんですけれども、モンハンのキャラでいこうかなっていう風に思います。完全に趣味絵なんですけれどもね、そんな感じで実際にペン入れしていきます。で、ペン入れする時のコツなんですけれども、ポイント、私が思うポイントが大きく3つほどありまして、1つ目が下書きはなるべく正確に書いてあげることで、2つ目が下書きは薄めにすること、3つ目は重なり合う線のところは濃く塗ってあげることっていうのをね、結構基本的に思っていて、順番に詳しく解説していこうと思います。で、まず下書きなんですけど、これちょっともう薄くなってるんですけど、下書きの段階で結構雑な下書き、ごちゃごちゃってしたような下書きを書いちゃうと、その段階でですね、線を上から書いていく自分にとって、ここどっちが前だろうとかね、これどっちがその正しい線かなっていう感じで結構混乱しちゃうので、ペン入れをするね、未来の自分を楽にさせてあげるために、下書きはなるべくこういう正確な線、ここがこういう線で、ここはこういう線だよみたいな感じで、この未来の自分にね、分からしてあげるような線を書いてあげることがポイントになってきます。で、ある程度書けたら、2つ目ですね、線画を描く前に、ペン入れをする前に、ちょっと薄めてあげる。で、これどういうことかっていうと、練り消しですね。練り消しで、ちょっとこう、叩いたりとか、あと私がよくやるのは、ちょっと細めにして、こんな感じでね、コロコロってしてあげるんですよ。ですると、ちょっとね、気持ち薄くなるんですよ。ちょっとなんか上から薄いフィルターかけたような感じになるので、その薄くした方が自分がどこまで線画、ペン入れをね、してるか分かりやすいっていうのと、あとやっぱりこの鉛筆のね、芯の上からペンを塗っちゃうと、紙にね、綺麗にペンが映らないことが結構あるんで、書ききれないっていうね、ちゃんとペンが紙に映ってないよってことを防止するために、ちょっと薄めにしてあげてます、私はいつも。で、薄めにしたら実際にね、ペン入れをしていこうと思うんですけれども、私がよく使うペンはこれですね。ピグマのペンです。結構ね、人気なのでね、知ってるよって方もね、私もそれ使ってるよって方もいっぱいいると思うんですけれども、ピグマのペン何が一番いいかっていうと、対水性なので、上から水彩画で塗ろうが、コピックでゴリゴリ描こうが、全然滲みにくいんですよね。で、他にいっぱい油性とかいろんなペンを使ってもいいと思うんですけれども、私は、線描いたりするのは、私は本当に基本これ一択で使ってます。で、これネットとかでも買えるんですけれども、だいたい5本セットで1000円ぐらいしました。1000円でちょっとお釣り返ってくるぐらいの。1本だと150円とか190円とかと曖昧なんですけど、基本的にセットで買った方が安いので、セットで買ったりしてます。で、使う細さは0.05、0.03も使いますね。いきなり太いね、芯でゴリゴリ書いていってね、間違えたら大変なので、私は基本的に細いのから書いていってます。じゃあそんな感じでね、実際にペン入れしていこうかなっていうふうに思います。はい、じゃあね、3つ目のポイント、重なるところをね、濃く書いてあげるってことをね、ちょっと音声で解説していきたいと思うんですけれども、重なるところを濃くっていうのは、より立体感とか線画をね、魅力的にさせてあげるコツの一つでもあります。で、どういうことかっていうと、例えばですね、こういうところですね、こう T 字でもし重なってるところがあれば、ここの間をこう濃く塗ってあげるんですよね。こうすることで、ちょっと影っぽくなってですね、より立体感とかがちょっと生まれてくるんですよね。例えば、メモ帳なんですけれどもね、これで解説していくと、線が重なってるところ、T 字のところ、こういうのがもしあれば、ここですね。ここをこんな感じで塗ってあげることによって、こう、よりね、立体感とかが生まれてきます。髪の毛とかね、描くときとか私よくやってるんですけど、こう髪の毛がファーってあったとして、この間とか、ここの重なるところ、ちょっとこれだけでね、影を表すことができるんで、よりちょっとなんか立体感があるように見えるんですよね。この方法やってる人結構いるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、これもね、おすすめの線画のやり方なので、ポイントの3つ目としては、重なる部分は、濃く影を意識して描いてあげるってことがポイントです。そんな感じでね、一回こう薄く線が終わったんですけども、その上から私はいつもこの重なるところの作業をこうちまちまやっていってるので、これをやったら線画は一応完成です。
はい、でそんな感じでね、一応線画は完成しました。で、最後にですね、コツをまとめると、まず下書きを正確にしてあげること。ガチャガチャって書いて下書きだとね、やっぱペン入れするときに自分がわからなかったりとかしちゃうので、下書きも、自分でわかる程度には、なるべくね、一本線に近い感じで書いてあげること。で、二つ目のポイントが、薄くすることですね。下書きを書いた後に、私はいつも練り消しとかを細くして、こう、コロコロってしてね、下書きの鉛筆を一度薄くしてから書いています。なんでかっていうと、その方がね、どこまで書いたかっていうのがわかりやすいのと、あとは、ちゃんとね、ペンの色が紙に乗ってくれるので、薄くすることをよくやっています。で、最後が、重なるところは濃く書く。私結構、こういう感じで斜線とか使ってね、もう下書き、ペン入れ云々よりも、もうがっつり書いちゃう派なんですけれども、ここまでね、書かなくても、普通にこう、重なるところとかっていうのは、濃く塗ってあげるだけでね、より立体感が出るので、そういう塗り方もおすすめしますと。で、あくまでもね、これは私の塗り方なので、これが正しい線画ですではないんですけれども、よかったらね、線画とかペン入れどうしようって悩んでる方は参考にしていただければいいかなっていうふうに思います。はい、じゃあこのね、ジオガちゃんが塗れる様子はね、また別の動画で上げていますので、よろしければね、そちらの方もチェックしてみてください。はい、じゃあそんな感じで今回は終わろうと思います。他の動画もですね、解説系とか、ディズニーで絵描いたりとか、いろいろしてるので、よかったら見てあげてください。じゃあ今回はこれで終わります。